それでは相対速度について学習します。2つの物体 P、Q の運動を考えます。P から見た Q の速度を Q の P に対する相対速度と言います。ポイントは見る人の分を引く。地面に対する P と Q の速度を VP、VQ とすると Q の P に対する相対速度、つまり P から見た Q の速度は VQ-VP になります。見る人の分を引いています。例えば、あなたと友達が肩を並べてね、一緒に同じ向きに同じ速さで動いてる。すると、あなたから見た友達はあなたの横で止まってるように見えるよね。それはあなたの地面に対する速度を友達の地面に対する速度から引いてるから、あなたの横で友達は止まってるように見えるんだね。では問題を読み上げます。東向きに 60km 毎時間の速さで走る電車がある。西向きに 50km 毎時間の速さで走る車をその電車から見ると、車はどちら向きに何 km 毎時間の速さで運動しているように見えるか。もうすぐに解けてしまう子もいるだろうけど、ちょっと今日はゆっくりやっていこう。このような状況ですね。今回は東向きを正として考えてみます。相対速度の問題を考えるときは、向きが非常に大切になってきますから、自分でどちらが正の向きかをしっかり意識しなければいけません。では答えていきましょう。東向きを正として、車の速度はこの黄色。電車の速度はこの赤。電車から車を見てるから、見る人の分を引く。すると、マイナス110と出てくる。東向きが正なんだから、マイナスってことは、西向きに進んでるように見えるんだ。答え、西向きに 110km 毎時間。では、少し難しいことも触れておきます。飛ばして OK です。まだ数学でベクトルっていうのをやってない人は、イメージだけね、ふーんと掴んでくれれば大丈夫です。さっき見た問題はこんな感じだね。見る人はこっちに動いてて、で、見られるものはこっちに動いてる。で、見る人の分を引いている。すると、この黒い矢印として相対速度が表されます。見る人の赤い矢印の先っちょから見られるものの黄色い矢印の先っちょをこうやって黒い矢印で結ぶと相対速度が表されます。こっちのがわかりやすいですね。赤い矢印で動く人が黄色い矢印で動くものを見たときにどんな速度で見えるかっていうと、この黒い矢印で表される速度で見えるわけだ。赤い矢印の先っちょから黄色い矢印の先っちょまで矢印を作る。ね。なんか確かにこの図は確かになんか引いてるなって感じがするよね。VQ-VP をなんかしてるなって感じがするよね。だけどこっちもやってること同じね。赤い矢印の先っちょから黄色い矢印の先っちょまでこうやって矢印を作る。ね。やってることは本質的に同じね。こんな場合も同じね。赤い矢印の先っちょから黄色い矢印の先っちょまで黒い矢印を作ると、それは VQ-VP を表すことになります。例えば、地面に対してまっすぐ雨粒が落ちてくる。で、それを見る人は電車に乗ってる。電車の窓から雨粒を見ると、このように雨粒が動いているように見えるんだね。